私たちの事務所はいつもその敷地だけを切り取った模型ではなくって、その周りの環境が建築に及ぼしそうな範囲全てを敷地だと思っているので、周りの街の模型を一番最初に作るようにしています。この敷地は前面道路がとても広い、幹線道路にありまして、商業地域になります。でなので高さの制限がなくって、大きい通り沿いにはすごく高い建物が立ち並んでいるんですけれども、一本裏側に入ると木造密集地域になっていて、その住む人の営みがそのまま立面に現れているような魅力のある町です。今回の建物はとうとうオノマトペっていうタイトルにも込めておるんですけれども、何か住むっていうことは言葉にしきれない面白さもあるし、刻々と状況も変わっていくので、少なくとも一言ではとても言い切れないだろうということがあるので、その言い切れないということを、オノマトペという言葉に込めておるんですが、その構想だっていうことと表現しきれないということがこの土地では合体できるだろうということを思って作っています。建物を作っていく時にどんどん発見される街のコンテクストっていうのが一番面白いことで、その街の材料と建築の材料を区別なく、何か街の材料をどうやって建築に入れていけるかっていうことを考え始めると、その街の面白さっていうのが初めて見えてくるし、かつ自分たちの設計する建物にどうやって入れるかっていうことを考えるっていうのは、やっぱり面白いことだなというふうに思います。いわば両側は立て込んで隣の建物が迫っているので、大通り側から見た時にはここが建物の一番メインのファサードになるわけなんですけれども、ファサードを作る時に通常どうしても外側から見た時の見え方を考えたり希望で作ってしまったりするんですが、今回のこのファサードというのは内側の実際にこの建物を使っていく人にとっての快適性がそのままファサードに現れてくるという作り方をしていまして、通常の屋外階段っていうのはその建物にどうしても属していて、人が避難をしたりとか単に行き来をするだけの一つの機能に集約された場所になってしまいがちなんですけれども、今回の建物の中では各居住者の居場所を拡張する、お庭のような役割を持たせたいと思ったので、各部屋を具体的に設計をしていった時に、そのよく滞在しそうな座りそうな場所を視点場というふうに呼んで、その視点場から階段を見返した時にある場所から見た時のそのお庭の連鎖が結果的に庭の連続として路地のように現れてくると面白いんではないかっていうことを考えました。路地っていうのは単にテリトリーが連続していくっていう、ことももちろんあるし、その植木がはみ出してくるっていうことももちろんあるんですけれども、その町と建物を横断するような中間領域としてやっぱり重要な場所であるということを評価して、建物の一部を
町に少し返していくような、町と共有するような場所にしたいという思ったわけです。こちらが地下1階。地下1階と1階だけはメゾネットの住戸になっています。地下に埋まっている半地下の住戸になるので、ここから下は窓がないんですけれども、その上は極力ハイサイドを取って光を取り入れつつ、そこから見上げた時にその地面の緑が見えるようにという形の地下階です。でこちらの1階の方はロフト部分がちょうど真ん中ら辺に、置かれています。玄関を結構たっぷりと贅沢に取ったので、階段に向かう視点場というのは実は玄関のところにありまして、たっぷりとした、少し明るい玄関にしているというのが1階の住戸になります。この地上2階の部分は路地に向かって少し開いているので、1階と同じくこちら側にその重心となるような場所を設けています。3階のお部屋になります。隣のこちら側の隣の建物が、3階の建物で、このフロアも3階なんですけど、ロフト付きの3階でかつ半地下の上に乗っているので、こちら側は徐々に視界が抜けるようになってくる、階です。でこの階は、奥側とこの上側に細長いロフトという2段構えのロフトになっているという特徴がありまして、でキッチンのカウンターを他の階よりも少し長めに伸ばすことで、ここを視点場と捉えまして、向こうを見ればその林家越しに周りの街を見ることができるし、階段側をちょっと視線を横にやって望めば、こちら側のその階段の庭が見えるというような形で考えました。4階のお部屋です。この部屋になるともうこちら側は完全に、床から上まで天井が抜けていて、食べ物を食べたりする、ダイニングのような場所は奥の柱のコーナーに寄せて、木密の路地の街を見ながら、そういう場所を設けています。通常はこの玄関側と奥側のこのつなぐ部分がどうしても単に廊下になってしまうんですけれども、この幅を少しゆとりを持たせて、かつ出窓を少し出すことで、ここ自体もその居場所として視点場として階段と家をつなぐような役割にしたいというふうに作っていきました。このベンチを見つけたことによって、何か図面からはいつもこぼれ落ちてしまうようなちょっとした居場所の連鎖こそが重要なんではないかということに気がついた、そのきっかけとなったベンチになります。最上階になります。この部屋はこちら側も視線が抜けるので、360度どこに向かっても、開けていくような開放的なお部屋です。でやはりこちら側に抜けるコーナーというのが一番ベストポイントになるだろうということを思いましたので、奥行きは細いんですけれども長い出窓を設けまして、より開放感を作るような形にしています。この写真はその家の中の金物がその生活とファサードをつないでいくように、ロフトがあることによって普段構造は身体からすごく遠いものになってしまうんだけれども、今回はすごく近づいてくる。で普段は H 構というのは、建物を支えていてその生活と直接関わらないのですが、今回は金物の棚板の連続のように、
使うだろうということで、奥行きのところに実際どれぐらいのものであったら置けるかということを1分の1で模型を作って、その日常の一コマの中に構造がどのように参加するかということをスタディしてみました。私たちが考えたことは、外側に足場を立てられないので、内側から基本的に施工をしていかなければいけないので、このサッシを留めるためのアングルはあらかじめ鉄骨の工事としてつけてくる。ガラスを留める押し縁の部分だけはガラス屋さんがつけていく。なのでサッシというよりは金物の組み合わせでファサードを作っていくというような作り方をしています。でそのことをさらに検討しようと思って作ったのがこの1分の1の模型で、最初はロフト部分の柱を丸いパイプにしてはどうだろうと思って作ったのですが、薄い四角いパイプにすることでより一体的なストラクチャーなのかサッシなのか金物なのかわからないようなスケールで作っていくために、細いものをロフトの柱として最終的に採用しました。配管だったりその立面を均一に作っていった結果、中で本当は生き生きと行われているそれぞれの部屋ごとに違う生活というのが内側に隠されてしまっていて、その隠されていることに慣れていった結果、内側のことしか考えられないような新しい人間が生まれているようなところがあって、その建築を作ることによってこういう価値観があるのだっていうことを物を通じて発信することで、そういう住み方があるのかって言って次の、生活だったり次の人間を生み出すっていうことはやっぱりそれも一つ建築のパワーだなと思うことがあるので、今当たり前だと思っていることが必ずしも当たり前ではないっていうことを伝えるメッセージになるかなとは思います。